カゲロウがあった駆逐艦。旧日本海軍が建造した艦隊型駆逐艦のクラスだ。太平洋戦争の開戦時、主力駆逐艦として各方面に投入された。全19隻が建造され、そのうちたった1隻だけが終戦の日まで浮かんでいた。この写真をカラーにしてみる。白黒のままだとどこか遠い昔の話に見える。だがカラーになった瞬間、すべてが変わる。この艦は本当に海を走っていた。色がつくとエンジンの鼓動まで聞こえてくるようだ。80年前の写真がまるで昨日撮られたかのように迫ってくる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来のように白黒の上に色を塗るのではなく AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これは従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクと Google で検索してみてほしい。今日は駆逐艦雪風の貴重な写真をカラー化してみよう。1939年12月、佐世保沖を航行する姿だ。竣工直前の行使運転中、塗装は真新しく、船体には傷一つない。船底の赤いボードン塗料が波間から覗いている。艦名は雪風。船体にカタカナで大きく記されている。排水量2033トン、全長118メートル、35ノットを超える快速と、93式酸素魚雷16本を誇る水雷船の申し子だ。この艦はこれから16回の激戦をくぐり抜ける。真珠湾、ミッドウェー、ソロモンデイテ、そしてヤマトの最後まで見届けることになる。魚雷が命中しかけても艦艇を通過した。ロケット弾が直撃しても新艦が作動しなかった。触雷しても機雷は300メートル後方で爆発した。乗組員たちは言った。雪風のペンキを剥がしてお守りにすれば霊験新たかだ。しかし雪風が生き残れた本当の理由は運だけではなかった。同じ時期に別のアングルから撮られた写真だ。この一枚は雪風の士官室に掲げられていた。この写真をカラーにしてみる。雪風という名前は雪混じりの風を意味する。日本海軍の駆逐艦は気象現象から名前をもらった。カゲロウは夏のカゲロウ、白縫いは夜の海に浮かぶ海馬、野脇は台風、初風は秋の初めに吹く風、そして雪風は冬の雪を巻き上げて吹く風だ。佐世保海軍高昌で建造されたカゲロウ型は19隻のうち雪風と磯風のわずか2隻だけだった。1939年3月の進水式には約1万人が集まった。佐世保鎮守府司令長官は和歌を送っている。雪風の夜こそ寝らはん時なれや、勇を立てよと船下ろしする。乗員239名、5万2000馬力のタービン2機。カゲロウ型と改良型のユーグモ型を合わせた高型駆逐艦は全38隻。その中で終戦まで生き残ったのは雪風た第一隻だ。雪風の5代目にして最も有名な艦長、寺内正道中佐だ。この当時の写真をカラーにしてみる。体重96キロ、柔道5段のエラ上部、立派な八字髭に猪首。乗組員からはねじり鉢巻きのだるまさんと呼ばれていた。しかしこの外見に反して寺内は驚くほど人懐っこい男だった。少しも選ぶらず相手を好んでよく話す。航海長と2人でビール48本を飲み明かしたこともある。昭和18年12月、寺内が着任した時、雪風はすでにグレの雪風佐世保のしぐれと並び称される海軍随一の強運艦だった。だが寺内の下で雪風はさらに伝説になる。寺内の送艦術は独特だった。艦橋の天側から猪首を突き出し、ねじり鉢巻きで敵機を睨みつける。砲声で号令が聞こえなくなると、航海長の肩に足をかけ、右肩を蹴れば物舵、左肩を蹴れば鳥舵。この方法で米軍機400機の攻撃をほぼ回避した。500キロ爆弾がマストをかすめて海面に落ちた瞬間、寺内はニタッと笑った。普通なら思わず頭を下げるところだ。だが寺内は頭を下げなかった。初弾は避けても一瞬の隙で次の弾にやられる。それを知っていたからだ。寺内はこう言い残している。雪風が生き残れたのは乗員が優秀なこととやはり運だろう。1943年7月、南太平洋の要衝ラバウル、給油艦
ナルトから撮影された雪風だ。この写真をカラーにしてみる。甲板には白い日よけの天幕が張られている。南方の灼熱の中で乗組員を守るためだ。後方に見える2隻は同じかげろう型の谷風と浜風。この写真に写る3隻のうち終戦まで生き残るのは雪風だけだ。谷風は1944年6月潜水艦の魚雷で沈没。浜風は1945年4月大和と同じ棒の岬沖で沈んだ。この頃の雪風はソロモンの海を駆け回っていた。ガダルカナル撤収作戦では3回の出撃をすべて無傷で完遂。ビスマルク海海戦では陸軍兵918名を救い上げた。コロンバンガラ島沖海戦では旗艦の慶順陣痛が沈没した後、雪風が指揮を引き継ぎ再攻撃を敢行。アメリカ軍はこの時の雪風をリマーカブリーファストと記録している。姉妹艦が次々と沈んでいく中で雪風だけが傷一つなく走り続けていた。1945年4月7日、沖縄に向かう戦艦大和を護衛する10隻の艦艇、その中に雪風がいた。この写真をカラーにしてみる。空母ヨークタウンの艦載機から撮影された写真だ。大和は左に大きく傾き、艦首が沈み込んでいる。左端に見える小さな駆逐艦、あれが雪風だ。出撃の前夜、他の艦は菊水のマークを描いた。死を覚悟した印だ。だが、寺内艦長はこう言った。うちはいつも通りでいいんだ。家族への遺書も遺品を残すことも禁じた。死ぬ覚悟などするな。生きて帰ることを考えろ。米軍機400機が襲いかかった。護衛の浜風が直撃を受けて同沈した。大和に魚雷が次々と突き刺さる。左に傾き、転覆し、大爆発。赤い炎を巻き込んで黒い煙が上がった。海面に大和の姿はなかった。丸太にしがみつく少年兵がいた。15歳か16歳。ロープに手が届かない。波に飲まれ沈んでいった。雪風は傷一つなく佐世保に帰還した。大和が爆発した瞬間の写真だ。この写真をカラーにしてみる。午後2時23分、弾薬庫が誘爆し、大和は2つに折れた。巨大な煙柱が空に立ち上っている。爆発の衝撃は200キロ先でも観測された。手前に見える小さな艦影、あの中に雪風がいる。大和が沈んだ後も寺内は沖縄への突入を諦めなかった。生存者の救助を始めようとした千人将校を止め、冬月の吉田司令に信号を送った。いかがせラルルや、速やかに行動を起こされたし、たとえ雪風一艦になっても突入する覚悟だった。しかし、連合艦隊司令部から命令が下った。作戦中止、人員救助の上、回答すべし。寺内は即座に切り替えた。内科艇とカッターをすべて下ろし、敵潜水艦が潜む海域で数時間にわたり波間を探し続けた。大和から105名、矢作から156名、磯風から326名を救助した。甲板に引き上げられた大和の降格砲員は雪風の乗組員に怒鳴られた。まだ沖縄で一戦あるのに甘えるな。自分で歩け。その一括がなければそのまま息を引き取っていたかもしれないと、後に感謝の言葉を残している。キロ、アメリカの潜水艦が追ってきた。雪風は機関を停止した。救助した兵たちにも命じた。動くな、音を立てるな。静寂の中で潜水艦をやり過ごした。4月8日、雪風は佐世保に入港した。1947年5月、終戦から2年後の東京。艦首から艦尾に向かって撮影された雪風の甲板だ。この写真をカラーにしてみる。砲も魚雷発射管もすべて外されている。武装を解かれた雪風は復員船になっていた。満州ラバウル、ニューギニア、サイゴン、バンコク、海外に残された日本人を故郷へ送り届ける任務だ。1946年2月から12月まで15回の航海で1万3000人以上を日本に送還した。何年も戦地に取り残されていた兵士たち、家族が生きているかもわからない。日本がどうなっているかもわからない。それでも甲板から日本の陸地が見えた瞬間、多くの者が声を上げ泣き崩れたという。乗船者の中には後に漫画家として知られる水木しげるもいた。満州の頃、
党からの引き養蜂会では館内で妊婦が男の子を産んだ。佐藤館長が名付け親になり、博多に向かう雪風の中で生まれたからと白雪と名付けた。雪風の乗組員たちは有志で雪風楽団を結成し、復員者を迎えるたびに演奏して慰安した。館内新聞、雪風新聞も発行していた。ある時、引き上げ者の一人が雪風の船体を見回していった。弾の跡一つないじゃないか。この艦は内地を出たのが初めてだろう。開戦以来、雪風の舵を取り続けた総田長は黙って笑顔を返した。連合国軍の命令で戦歴を語ることは禁じられていた。隣に停泊しているのは海防艦、滋賀。どちらも連合国の代表に展示するために並べられた。この後雪風は賠償艦として中華民国に引き渡されることになる。同じ日に撮影された雪風の気管制御室だ。この写真をカラーにしてみる。無数の計器とバルブとハンドル、52000馬力のタービンを制御する心臓部だ。当時の記録にはこう書かれている。福音船の中で雪風だけが完璧な動作状態を保っていた。日本人乗組員の誇りの賜物である。戦争が終わっても雪風の乗員たちは艦を磨き続けていた。これは賠償艦艇の抽選会の様子の写真だ。中華民国海軍の馬徳健丈公がくじを引いている。この写真をカラーにしてみる。抽選に参加している将校たちは少し嬉しそうにも見えなくはない。もし戦艦大和やむさしが残っていたらもっと嬉しかっただろうか。当チャンネルをいつも応援してくれてる視聴者たちがもしこの抽選に参加していたらワクワクしただろう。敗戦国の残った艦艇は戦勝国に引き渡される。残存艦艇は特別保管艦と呼ばれ佐世保に集結した。駆逐艦26隻、海防艦67隻など合計135隻。これを4つの組に分け、アメリカ、イギリス、ソ連、中華民国の4カ国でくじ引きによって分配した。実のところアメリカとイギリスは日本の艦艇など欲しくなかった。引き渡しを本気で望んだのはソ連と中華民国だけだった。そして馬徳健丈公の手が引き当てたのが雪風だった。特型駆逐艦の響きはソ連に渡った。日本人が特別な感情を持つ奇跡の艦はこうして中華民国にて第二の人生を送ることになる。引き渡し直前の雪風の前景だ。武装はすべて外され、障子ケーブルだけが船体に残っている。この写真をカラーにしてみる。1947年7月6日、賠償艦第1号として雪風は長浦港から上海へ向かった。末任艦長の東秀夫中佐と航海長の中島則次、そして一部の乗組員が見送りに来ていた。別れの言葉と激励の後、引き渡しの時まで最良の状態を保ってほしいと伝えた。最後は沈黙だった。誰も声を出さなかった。雪風の姿が港の岬の向こうに消えるまでただ見送った。上海での引き渡し式、艦内は新品同然に磨き上げられていた。検査に来た米英の将校たちは驚いた。こんなに綺麗な軍艦は見たことがない。雪風は連合艦隊最後の尊厳を守ったと言われた。正式に引き渡された雪風はまず節1号と名付けられた。その後単葉と改名され、艦番号 DD12 として中華民国海軍に編入された。この写真をカラーにしてみる。引き渡し時に火砲は全て撤去されていたが、単葉には新たな武装が施された。全部主砲には列所不明の 127mm 連装砲、後部には左衛軍港の高台から外した秋月型と同じ 100mm 連装砲2門。日本海軍が戦争末期に開発した最新鋭の対空砲だ。1959年8月、単葉は中国人民解放軍の哨戒艦2隻と交戦、1隻を撃沈、1隻を大破させた。雪風の血はまだ生きていた。その頃、日本では雪風が再評価されていた。1962年、軍事評論家の伊藤正則が著書で雪風を世界一の幸運艦、世界海軍界の奇跡と紹介した。この本がきっかけで返還運動が起こった。元乗組員たちによる駆逐艦雪風会が署名活動を始め、元海軍大将の野村直国を代表とする保存規制会が結成された。自民党の国会議員も動いた。雪風を日本に返してほしい。記念艦として永久保存したい。1964年、
高尾沖の台湾海軍艦艦式では蒋介石総統の上官に選ばれた。しかし期間の老朽化は隠せなかった。翌1965年11月、大洋は海軍学校の練習艦に格下げされた。台湾側の返還への反応は冷たかった。現在なお教練用艦として使用中のため、遺憾ながらご希望には応じかねる。1966年、正式に退役。佐江港に係留され、静かに錆びていった。1970年、突然の知らせが届いた。雪風は昨年夏、台風により艦頭が破損し沈没。すでに解体された。元艦長の寺内正道は座談会で言った。スクラップになっちゃったらしいぞ。ネジ一つ残ってないそうだ。しかし翌1971年、台湾から連絡が入った。明かりと打輪を日本に増装する。12月8日、横須賀の海上自衛隊で返還式が行われた。長さ2メートルの明かりと直径1メートルの打輪。寺内は目に涙を浮かべていった。感慨無量です。全スタのまま戻ってもらいたかった。せめてこの明かりと打輪で当時の雪風の勇姿を忍びたい。明かりと打輪は今も広島県江田島の海上自衛隊第一術科学校に展示されている。奇跡の駆逐艦は艦齢31年でその生涯を終えた。しかしその名は消えなかった。